皆様こんにちは。地理学出身ジオラマ制作担当のアトリエモレジです。今回は2025年2月8日に開催されました東京ジオラマ展にて取材させていただいたおでこさんのバスジオラマの作品をご紹介してまいります。今回はバスなのかと思われる方も多いかもしれませんが、いやー、おでこさんの作品、以前 RM モデルス誌に掲載されていた岩手県盛岡市の開運橋の秀逸な作品に僕釘付けになっちゃいまして、一度は本物を拝見したいって思ってたんです。今回おでこさんにご協力いただきまして、その開運橋のジオラマだけでなく複数の作品を取材させていただきました。おでこさんの YouTube チャンネルと X アカウントのリンク、ブログのリンクを概要欄に貼りましたので、合わせましてご覧いただけましたら幸いです。なお、この動画のためにおでこさんの取材画像をご提供いただいてます。動画内ではそのおでこさんの取材画像をご紹介していますので、ぜひぜひ最後までお楽しみください。岩手県の県庁所在地の盛岡市は、市の中心部を南北に東北一の大河北上川が流れていて、盛岡城跡や県庁市役所のある中心市街地と盛岡駅は少し離れた距離に位置しています。その盛岡駅と中心市街地を結ぶ県道2号線の北上川に架けられた橋がこちらの開運橋になります。橋はトラス構造がとっても印象的で、個人的には盛岡といえばこの開運橋と多勢漁店っていう印象です。多勢さんの刺身と寿司めっちゃ美味しいんです。おでこさん、中学校の修学旅行で見た岩手県交通のバスがすっごく印象に残られたそうで、そのバスが映えるようなジオラマを作ろうと、この開運橋をはじめ今回ご紹介する各作品を制作されたそうです。この橋、実は僕も食品営業時代に毎月数回は渡ってた馴染みの橋になりまして、すっごく懐かしいです。それにしてもこのジオラマすごくないですか？しかもジオラマサイズはなんと幅 240mm、奥行き 150mm というとってもコンパクトなサイズなんです。このサイズでこの迫力、ちょっと常人じゃない感半端ないです。すごいですよね。橋の北側をご紹介します。おそらく多くの皆様にとって必ず目が行くであろうトラス部分ですが、このようにご覧ください。現地もこんな印象なんです。いや、まさにこんな感じ。ここの筋目はそうです、橋の継ぎ目を再現されてるんです。いやいや、もうこれニヤニヤですよね。この作品何が一番驚きかって、全てプラ板からのフルスクラッチなんだそうです。いやいや、僕できないし、もうこのフルスクラッチってかなりのパワーワードですよね。いや、圧倒されます。北上川の清流の落ち着いたトーンといい、河川敷の草表現といい、いや、そうですよね、そうですよねっていう感じです。今度は橋の南側からの撮影です。一見北側と同じように見えますが、いえいえ、歩道部分が違うんです。北側の歩道にはこのように柵が設置されていますが、南側の歩道には何にも設置されていないんです。これも見事に模型化されています。こういう違いの模型化ってニヤッとしますよね。川沿いの通りから開運橋を眺めると、そうそう、ほんとこんな感じなんですよ。僕ここ歩きでも車でも何回も通ってるんで、もうニヤニヤでした。このようにバスが映えるのはもちろん、道路の案内看板が現地仕様でしっかり再現されてるんで、臨場感が増しています。残雪の岩手山が映る背景がとっても有効的で、ジオラマのサイズを感じさせない奥行きを演出するとともに、ジオラマの季節を教えてくれます。先日取材させていただいた竹蔵さんが制作された三軒茶屋駅のジオラマもそうなんですけど、背景って大切な小物になるんですね。おしゃれは足元からって僕の持論なんですけど、そういうわけでおでこさんからいただいた取材画像なんですが、足元橋脚にご注目ください。専門用語はよくわかんないんですけど、この情報量見ていてめっちゃ楽しいです。そしてこちらがジオラマの画像です。忠実に足元が再現されているのがお分かりいただけますでしょうか。このように金具の部分もしっかりとスクラッチされています。スクラッチか、しかしすっごいです。そして川岸側の橋脚の形態の違いもしっかり模型化されていました。おでこさんに伺ったところ、実は橋の下部の作り込みにも相当力を入れられているそうで、こちらがいただいた取材画像です。このように足元もしっかり取材されていらっしゃいます。そしてこちらが完成した開運橋のジオラマの画像になります。ちょっとこちらご覧いただけますでしょうか。下側の構造がこのようにしっ
かりと再現されているんです。いやー、これはすごいです。おでこさん鏡持ってくればよかったとおっしゃってました。ここまで開運橋のジオラマをご紹介いたしました。さて次にご紹介するのが盛岡バスセンターです。先ほどの開運橋がここで、盛岡バスセンターはこちらになります。多勢魚店のお店もこのすぐそばなんです。バスセンターは近年に建て替えられたのですが、おでこさんは風情あふれる建て替え前の建物を模型化されています。おでこさんにいただいた建て替え前の盛岡バスセンターの外観画像です。僕は仕事でこの向かい側にある中山百貨店に来たりしてました。確か記憶が正しければこの中に入ったことはなかったと思うんですけど、いやすっごくレトロでいい雰囲気ですね。皆様出入り口上部にあるこの広告看板覚えておいてくださいね。そしてこちらがバスのプラットフォームです。すごくいい雰囲気だったんですね。こちらはジオラマのイメージのデッサンとして東京ジオラマ展で展示されていたおでこさんが描かれたイラストになります。ご覧ください。一つ一つのイラストが素晴らしくって、この一つ一つのイラストだけでもはや完全にアート作品ですよね。こちらが完成したジオラマです。このジオラマのサイズはなんと 85mm×85mm だそうで、すっごくコンパクトなスペースにみっちりとレトロで趣深い情景がギュッと作り込まれています。いやーもう芸術ですよね。バスのプラットフォームです。壁の掲示物、乗り場の案内、出入り口、屋根を支えるトラス、ガード柵や柱の表記、そしてぼやっと光る照明、展示されているバス模型もすさまじくリアルで、その背後の建物に目を移すとエアコンの室外機に窓の一部に取り付けられた換気扇のフード、昔の建物ではありますよね、こういうの。そしてこのように雨どいの縦どいも再現されていて、窓にはなんとブラインドが再現されていて中途半端になっている姿も再現されてます。これカーテンにも応用できますよね。かっこいいですね。このように細かなとこまでしっかりと作り込まれているのがとっても印象的でした。少し角度を変えて撮影しました。角度を変えることでまた違った表情を見せてくれます。いやそれにしてもいい雰囲気ですよね。こちらはジオラマの裏面なんですけど、裏面にあらず建物の正面外観と建物内部がうまくアレンジされて融合していました。やっぱ芸術作品ですね。券売機にパンフレットとそれを収めるラックってすごくないですか。もうこのラックいいです。僕もこういうの作れるように精進します。バス乗り場への出入り口や取材画像にもあったこの出入り口上部の広告、もうニヤニヤです。こちらには待合スペースが再現されていて、屋外と屋内をうまく融合して再現されています。僕札幌住んでた時にしょっちゅう北海道中央バスの札幌ターミナルから高速バスに乗ってたんですけど、その建物を思い出しました。次にご紹介しますのがおでこさんの YouTube チャンネルでもご紹介されている出先車庫の情景です。ちなみにおでこさんの YouTube ではこのジオラマをバスが走り回りますので、皆様必見ですよ。これめっちゃ楽しかったです。ジオラマサイズは幅 220mm、 奥行き 125mm で春の山間の新象風景を再現されたそうです。車庫にはバスが休んでいて、ジオラマでも再現されている電線から車庫への引き込み線もこのように再現されていて、その引き込み線の先にはちゃんとメーターが設置されています。こういう表現が建物の精密度を上げてくれますよね。トイレの周気抜きもしっかりと再現されていて、プロパンガスにはちゃんと表記が再現されてます。いつも僕この表記省略してたんですけど、こうしておでこさんの作品を拝見して僕もしっかり再現してみようって反省しました。そしてもちろんガスメーターも再現されています。車庫のお隣の建物、やはり僕が気になっちゃうのがこのブルーシートや積み上げられた木材です。いつもワンちゃんのウォーキングで見ている光景なので、
こういう生活感の再現ってもう思わずにやりとしてしまいます。あとこれフキノトウの葉っぱでしょうか、うちの庭にも生えてるんですよね。こういうところにも春を感じます。また電線の視線もいい感じで再現されていました。その建物の裏手には畑があって作物の芽が出てきている、そんな春のエネルギーを感じることができます。車庫の前の道と並走するように小川が流れていて、こういう光景も田舎ではよく見かけます。そして僕の大好きな砂防園庭もこのように再現されていました。擁壁といい草の表現といい、いや素晴らしいです。そして水の流れのストーリー見つけちゃいました。道路の脇の側溝を流れる水、こちらの蓋のない側溝からの水とこちらの蓋のある側溝からの水がこのグレーチングのところで集まって集水して道路の下を暗渠管で流れて小川に流れ出す様子が伺えます。ちゃんとジョロジョロと水が表現されていました。こういうの楽しいですよね。車庫の脇には山への小道があります。こういう道って山神様に続いてたりしますよね。縦看板もいい感じです。ちょっとこれ編集してて初めて気づいたんですけど、もしかして伐採跡ですかね。これすげえ。最後に作品の全体をぜひお楽しみください。最後にご紹介するのが岩手県日抜郡大羽様町、現在の花巻市大羽様町にあった岩手県交通の大羽様バスターミナルです。現在ではその役目を終えて建物は現存していませんが、その雄姿を模型で再現されています。この大羽様バスターミナルと書かれた屋根の下をくぐった先にはこのように営業所の施設があったそうです。そういえば昔僕の祖母の家の隣がバス営業所だったのをおでこさんからいただいたこの取材画像を見て思い出しました。ジオラマは幅 85mm、奥行き 85mm のコンパクトなスペースに再現された営業所部分のジオラマと幅 160mm、奥行き 80mm の車庫部分のジオラマの2部構成になっていました。こういう分割構成はとっても新鮮ですし、おでこさんのセンスが冴え渡ってます。いやー勉強になります。2つのジオラマにしてしまうっていうところがすごいですよね。このように素敵な案内が掲示されていて、東京ジオラマ店にご来場の方でしたらお分かりいただけると思うのですが、まさに美術館や博物館のようでした。まずは県道に面した営業所の建物から、建物の特徴ある部分をうまく切り出していて、その切り出し方も少し角度をつけてジオラマのベースに対して少し斜めに切り出されていました。こういう切り出し方って勉強になりますよね。こういう角度、少し角度があることで臨場感が出てきていると思います。他の作品と同じように小さいからといって侮るなかれでして、屋根には雪止め金具が再現されていて、こちらの母屋の屋根もしっかりと雪止め金具があります。宅急便の上りと看板、そして上りはしっかりとぐにゃっと歪んでるんですよ。自動販売機の脇にはゴミ箱が設置されていて、もうニヤッとしてしまいました。ジオラマの裏面ですが、やっぱりこの建物も盛岡バスセンターのように建物の内部が再現されていて、作っててこれ楽しかったんだろうなおでこさんなんて勝手に想像してしまいました。コンパクトなスペースにここまで特徴を凝縮できるセンスがやっぱりすごいなって思うのと、制作に対する熱量が作品からひしひしと伝わってきまして、いやほんとすごいですよね。バスターミナルの奥にある車庫はこのようにカチ割り状に再現されていて、屋根の断面のごちゃごちゃ感ですとか梁のトラスがしっかり再現されています。断面から見えるたくさんの錆びた鉄骨かっこよくないですか？壁面にはホースなどが再現されていて、もう編集していてニヤニヤが止まりませんでした。そしてやっぱり僕が一番ニヤッとしたのがこの給油機です。昔子供の頃近所の同級生のお家がガソリンスタンドだったんですけど、こういうデザインの給油機があった記憶があります。そして柱にご注目ください。まずはこの柱、いや説明いらないと思うんですよね。こういうメカニカルでくたびれていてレトロな表現ってすごくないですか？こちらの柱にも衝撃吸収のタイヤが設置されていて、いやこのタイヤの色味、くたびれ感の再現度が素晴らしいです。それだけでなく、このコンクリートの割れ方、
質感の違いの表現も素晴らしくって、僕もこういう表現できるようになりたいななんて思って見てました。ジオラマを上空から撮影しました。建物の脇もしっかりと色々と置かれています。この屋根の壊れ方と補修の後もニヤニヤです。こちらは水道にバケツでしょうか、細やかに再現されています。2つのジオラマで再現された大羽様バスターミナル、今は見られなくなってしまった光景でも蘇らせることができるのがジオラマの魅力と言えますよね。以上、おでこさんの素敵な作品をご紹介してまいりました。おでこさん誠にありがとうございました。今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次回お会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ここでお知らせです。ジオラマ制作担当の私アトリエモリジがオーダーメイドのジオラマ制作を始めました。詳しくは概要欄をご参照ください。